の棟になります、でも朝のお勤め、朝ごはん、夕食ご飯はこちらの棟に来ていただきます。で、朝6時半から朝のお勤めがあります、こちら奥突き当たりに6時半から7時半までの長さ、椅子ですから安心してください。正座ではないです。で、7時半から朝ごはんになります。お大師さんですね、が室町時代のお大師さんを書いたものです。普段はこれ霊宝館にあるものでして、特別に今お借りしてます。これで撮っても大丈夫ですか？大丈夫です。もともとここの所有のものですが。朝の神様を祀ってます。だから50年ぶりに来てるんですね。まあ、ここら辺の50数か寺あるんですが、毎年その持ち回りで回っていく。だから今年はたまたまここへ来てるっていうのは、50年ぶりにここへ来たと。
中身はねちょっと我々が見せてくれないあ、そうなんですね。神様の温度で、はいありますが、やはり昔はですね、身分の違いですね。身分の低い人はこちらを歩いた、あるいはこちらで控えたと言われています。で、この屋根にかかるはしご、これは昔高野山もですね、かなり遠で火事の多いところでした。しかもこの山の上ということで、水回りが非常に悪い。この屋根の上にですね、水の溜まった桶を置いてまして、火が出た場合ですね、これ駆け上がって、その桶を倒したと言われています。合天井といいまして、過去の上の人ですね、しかやっぱりここへは座れなかった。普通の天井じゃないというやつですね。本当だ。弘法大師がですね、3月の21日、お好みに入場したんですが、その前日ですね、自ら彫ったと言われている自分のお姿のお堂ですね、これに念を入れて入場したと。その自分のお姿のお堂がご本尊として置かれています。ただし、ここは年に1回、4月の20日のみご開帳です。もしご縁があれば、また4月の20日に来てもらったら、中を見てもらうことができます。はい、このお寺でね、特にご縁の深いところでは、上杉家ですね、と秋田の大名、佐竹公の位牌がそれぞれ置かれています。上杉の癖の高いのが上杉謙信の位牌ですね。枯山水といいまして、川が流れているイメージで作られています。一応、日本の名庭園の中の本にもここは載ってるらしいです。ここはお寺でありながらですね、ここは金型ですから、火の神様ですね、光神さんが祀られています。
東西が 3km で南北が 2km です。この小さな町の周りをですね、8つの 1000m 級の峰が、ありまして、でその8つの峰のまたさらに外にまた8つ峰がありまして、これを外八葉、内八葉と言いまして、この町をちょうど真上から見ますと、この蓮の花びらのような形をした町があります。そういった小さな町の名前でございます。で今現在ですね、お寺が117家事あります。で117のうちの、51家事が、エコーイのような、または上福院さんのような、お泊まりをしていただける、宿坊というお寺でございます。もっと昔々、江戸時代の時点でこの同じ範囲の中にお寺が2000家事以上ございました。また今のように大きなお寺ではなくて小さなお堂が密集していた形、それが雷落雷による火事で燃えてしまったりとか、あと合併とかそういったことを繰り返して今現在の117という数に落ち着いております。でそして、この奥の院はですね、この5秒にいらっしゃいますお大師様、空海様を、信じる方、信仰される方でしたらですね、身分地位また宗教宗派も、関係なく昔からですね、もう全ての方々が眠っていただける場所でございます。ですから、真言宗ではない浄土宗、浄土真宗の、お坊さんのお墓とか、またキリスト教の牧師さん、そういった方の、お墓もございます。スタンダードな形なんですけれども、これを五輪塔と言いまして、漢字で5つの輪の塔と書いて五輪塔というんですが、5つのものを表しています。これ一番下の四角いもの、これが大地、地面、そして、その上の丸いものが水、その上の、この三角、これが火、炎、その上のお椀のような形、これが風、そして一番上は、空、いわば空間を表しております。地、水、火、風、空と、言いまして、仏教ではですね、この5つの物質、また5つの性質によってですね、宇宙は、全部、できているというふうに考えます。角番坂っていう階段なんですけども、この階段ですね、もし登っている時とか、下っている時に、転んでしまいますとね、3年以内に、亡くなってしまうと言われておりますので、どうぞお気をつけて登ってください。